皆さんこんにちは、あつきデラックスです。今回はキャンプでの最大の天敵といえばやっぱり風ですよね。特にこの時期、春キャンプは強風が吹き荒れることも多いです。ということで強風キャンプ対策をお伝えします。実際に強風を何度も経験した中で分かった危険を避けるためのポイントを解説します。まずは実際の強風体験の映像から。すげえ、あれつむじ風や。回ってる、あそこだけ。突然やってくる強風はさらに突風で、実際にテントやタープが崩壊しました。今の突風でやられちゃいました。こんな強いのが曲がっちゃうのこれ。もう帰るしかありません。もう今日ほど辛いことないわ。まずは結論からお伝えしますね。強風キャンプで絶対にやるべきことはこの3つです。風に強いテントを選ぶこと、テントのガイロープを全て張りしっかり固定すること、テントを設営する場所が重要です。この3つを踏まえ、まずは事前準備から解説します。事前準備、まずは天気予報や携帯のアプリで当日の風速などを確認します。目安として風速5メートルを超えると注意が必要です。事前の予報では大丈夫でも、やはりそこは自然が相手なキャンプ。現地について予報より風が強くなったり急に風が吹いてくることもあります。そして行くキャンプ場が風が吹きやすい場所かを確認。特に有名なふもとっぱらなどは風が吹きやすい場所なので、事前の風予報の確認は必須です。次にテント選びが重要です。ワンポールテントやツーポールテント、山岳用の小さなテントなど風に強いテントを選ぶことがポイントです。低く設営できるモデルのテントを選ぶのも良いです。さらに車の積載に余裕があれば2種類のテントを用意して状況に応じてテントを選ぶのも最適です。実際にこの時はパーテシドを設営するつもりでしたが強風で断念。予備で持ってきてたタープへ変更しました。最悪の事態を想定する、これ大事です。そうでなければ現地で心膜のポールが折れ、春先の気温2度の中ブルーシート泊をする羽目になりました。ここから設営時のポイントを解説。もし設営場所を自分で選択できるキャンプ場であれば林間サイトや建物の近くなど風を防げる場所を選びましょう。車の方でね、暴風林もあるんですけど、車の方でもねちょっとね風の方を防いでますね。すごい、こんなん初めてや。次に設営時は向きが非常に重要です。アプリで風向きを確認し、入り口は必ず風下に向けます。ガイロープは全て張り、場合によっては強度を高めるため1箇所から2本のガイロープを張ることもおすすめします。ペグは長めの単造ペグ30センチ以上のものでしっかり深く打ち込みます。タープを張る場合は高く張らず低く抑えることで風の影響を減らせます。それでも風が強くなった場合はストレッチコードを使うことで衝撃を逃がす方法もあります。このようにテントが大きく揺れるようならすでに危険な状態です。最重要ポイント、無理だと感じたら迷わず行動してください。ポールを抜いてテントを低く倒します。これが一番安全です。就寝前に強風になりそうな時はポールを抜いて倒すのが安全です。撤収時のポイント。撤収時も時間に余裕があればアプリで風速を確認し、4時になると4メートル、5時5メートル、5メートルが来るんですよね。
続いて10時まで続いて11時がピークの6メートルになるんです。比較的風が収まるタイミングでの撤収が理想。やむを得ず強風下での撤収の場合、ガイロープは張ったままテントのポールを倒します。撤収時はテントの強度が低くなるため、風が一瞬でも収まるタイミングで一気に倒します。倒してしまえばあとはポールを抜いていくだけ。最後までテントが飛ばされないように注意してください。最後に、強風キャンプは事前準備と現地での対応力が大切です。風は本当に危険です。安全第一でキャンプを楽しみましょう。皆さんは強風の時、どんな対策をしていますか？よければコメントで教えてくださいね。強風キャンプ体験の総集編動画も出していますので、概要欄に動画のリンクを貼っておきます。もしよければ参考にしてみてください。やばい、これ今から片付けなきゃダメです。朝まで持ってくれると思ったのに。最後までご視聴ありがとうございました。